はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、低温調理ってご存知ですか？その名の通り、食材を低い温度で調理する調理方法のことです。今まで何度か登場していますが、今回は低温調理について検証してみます。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの牛のサーロインを使って低温調理をします。個人的などうでもいい話なんですけど、何回やってもパソコンが学習してくれなくて、なぜかいつも低温調理と打つと低温調理になります。それはそれで少し気になりますね。低温調理とは別名真空調理法とも呼ばれます。専用の低温調理器という器具を使用して食材を水の中で調理するのが一般的です。低温調理には様々なメリットがありますが、特に大きなメリットは低温度帯で加熱することで肉のタンパク質の破壊や水分の流出を防ぐことができるので柔らかくジューシーに仕上がります。他にも温度を設定してあとは放っておくだけなので調理が楽など様々なメリットがあります。ステーキといえば焼き具合でレア、ミディアムレア、ミディアム、ウェルダンなどがあります。家庭でそれぞれの焼き具合を調整するのは技術も必要で少しハードルが高く感じますが、低温調理器を使うことで安定した加熱を行うことができます。他にも中まで加熱しておくことで最終調理をするだけで提供までの時間を短くできるなどもメリットです。デメリットとしては食中毒の危険があることです。しっかりとメーカーなどが推奨する時間や温度で調理しないと食中毒の危険もあります。ネットなどでも加熱時間と厚さの目安の表なども簡単に見ることができます。今回の肉の厚さだと3センチくらいなので、牛肉の場合55度だと中心までしっかりと加熱するには5時間10分が必要です。使用する肉によっても加熱時間の目安は違うので注意しましょう。低温調理は水の中で360度から加熱します。なので重さよりも食材の厚さが重要です。今日はこのお肉を使って55度の温度で24時間、12時間、6時間、3時間、1時間何もしていないお肉で重さに対して 1% の塩を使用し、最後表面を焼き、それぞれどんな違いがあるのか検証してみます。一般的にレアは中心温度が55度から65度くらい、ミディアムは65度から70度、ウェルダンは70度から80度くらいです。それではまずは肉の重さを測ります。左から 326g、349g、302g、328g、322g、340g です。次に重さに対して 1% の塩と胡椒少々をそれぞれのお肉に振ります。肉に塩が振り終わったら次に真空の袋に肉を入れて真空パックします。一旦すべてのお肉を真空パックし終わりました。それぞれの袋に肉の重さと加熱時間も書いておきます。まずは24時間から加熱を開始して、次に12時間、6時間、3時間、1時間と肉を加熱します。今日はお店に泊まり込みで様子を見ます。それではタイマーを24時間、温度を55度に設定して肉を入れて調理スタートです。開始から12時間経ったので、次の12時間の肉を入れます。6時間、3時間、1時間と入れて時間になったので全て取り出します。今全ての加熱が終了して取り出してきました。左から24時間、12時間、6時間、3時間、1時間、何もしていないお肉です。せっかくなので、それぞれどれくらい肉汁が抜けるのかも測ってみましょう。まずは24時間です。はじめは 326g で 282g です。12時間のお肉は 349g が 311g です。次は6時間です。302g が 276g、3時間は 328g が 309g、1時間は 322g が 310g、何もしていないものは 340g が 335g です。加熱時間が長い方が基本的に肉汁も多く出る結果です。比率的には6時間が一番多く肉汁が出ましたが、油の量なども多少の影響がありそうです。この肉汁が出ることが味にどんな変化があるのかも気になりますね。すべてを並べてみると、加熱時間が一番長い24時間のお肉が一番色が灰色っぽいです。加熱時間が短いものはまだピンクっぽいです。それではカットしてみましょう。24時間です。次は12時間です。6時間、3時間、1時間、何もしていないお肉です。見た目の印象としては24時間と12時間は
水分が抜けてパサッとしていますね。6時間も若干水分が抜けていますが、まだしっとりさはありますね。3時間と1時間はしっとりとして生っぽさを感じます。何もしていないお肉と比べると、どれも肉の色が変わったのがよくわかります。見た目だけだと6時間が一番美味しそうです。せっかくなので、この状態でどんな風に仕上がってるのか食べてみましょう。まずは24時間です。めちゃくちゃ柔らかいです。ほぐれるような柔らかさですね。1% の塩加減もちょうどいいです。肉に塩が染み込んでいて、よく味も馴染んでいます。次は12時間です。さっきの24時間に比べると少し硬くなりますね。6時間です。ローストビーフのような感じがします。3時間です。24時間、12時間と比べるとやっぱりみずみずしさがありますね。1時間は食感的にはまだ生っぽさもあり弾力を感じます。色は変化していますが、殺菌という観点からすると3時間と1時間はこれだけだと加熱不足かもしれません。見た目には色が変化していても菌が死んでいない可能性があるので、食中毒のリスクがあると言えます。今回は検証なのでお許しください。何もしていないお肉は完全に生なのでやめておきましょう。それでは次に表面を両面1分ずつ焼いてステーキにして食べてみましょう。24時間、12時間、6時間です。中まで加熱されているので、表面を焼くだけで調理が終わるのは楽ですね。3時間、1時間、何もしていないお肉もそれぞれ焼きます。焼き上がったらカットしていきます。まずは24時間です。ステーキとして出てきたら少し加熱しすぎと感じてしまうかもしれません。12時間は若干ピンクっぽさがまだありますね。6時間はステーキの焼き加減としては自分好みの見た目です。3時間はベリーレアといった感じです。このくらいを好んで食べたい人もきっといますよね。1時間も表面が焼かれると美味しそうです。何もしていないお肉は叩きといった感じです。家でこんな感じのステーキの焼き方で失敗したことある人もきっといますよね。それでは改めてステーキを食べてみましょう。いただきます。まずは24時間。これをステーキとして出されたらちょっと違いますね。ハムに近いかもしれません。次は12時間です。これもステーキかと言われるとハムに近いかもしれません。歯切れが良すぎますね。次は6時間です。肉は柔らかいけどしっとり感も残っていてステーキ感がありますね。とてもジューシーです。次は3時間です。安全面などを考えると適正ではないかもしれませんが、食感などは全然ありですね。次は1時間です。中はかなりレアっぽいけど表面が焼かれると雰囲気が変わりますね。これくらいの感じも好きですね。最後は何もしていないお肉です。これは完全に生ですね。もう一度調理して食べた方がいいですね。せっかくなので味変しながら食べてみましょう。俺の塩マーラーです。塩味は控えめですが肉にも味がついているのでちょうどいいバランスですね。ステーキにかけるのもありです。個人的にはこれくらいの厚さだと安全面や食感などを考えて6時間が一番好みかもしれません。低温調理は奥が深いのでこれからも研究してみます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。低温調理いかがでしたか？低温調理器があると料理の幅も広がりますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。